はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこんな感じで、はい、静かなコトコト音が楽しめるガチロンプロウルトラグローリースイッチをご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、ギャトロンプロウルトラグローリースイッチのご紹介をしていきたいと思います。で、今日のスイッチですね、レッドとイエローという2種類があるんですけれども、その中で今回イエロー、はい、こちらをですね、ご紹介していきたいと思っております。で、このキースイッチで僕が一番気になっている点としては、はい、こんな感じで、ハウジングが PA66 のナイロン、そしてステムのポムというこの組み合わせがですね、どのような打鍵音、打鍵感になるのかという点になっています。で、こちらの組み合わせはですね、以前取り上げた、はい、こちらのサロキーズの BCP というスイッチとの同じ組み合わせとなっておりまして、こちらのキースイッチはクリーミー、そして静かなコトコトが出るようなですね、キースイッチになっていたので、今回のこちらのですね、ギャテロンプロウルトラグローリースイッチがどんな感じなのかというところをですね、見ていきたいなと思っています。今日の動画では、このキースイッチのスペックを確認した上で、キースイッチ単体の音、そしてキーボードに取り付けた時の音、そして良い点悪い点、そして最後に総合評価という形の順番で進めていきたいと思いますので、今日の動画最後までご覧になっていただければ、このキースイッチがですね、皆さんにとって最適かどうかという判断になるかなと思いますので、ぜひご覧になっていっていただければと思います。はい、またですね、こちらのキースイッチ、今回 KP リパブリックさんで、はい、こんな感じで売られている商品でして、で、KP リパブリックさんからご提供いただいて、いつもありがとうございますという感じですけども、今回レビューさせていただいているという形です。なのでですね、もし、KP リパブリックさんで皆さんもしご購入いただく場合には、こちらの、はい、私のですね、クーポンコード、ぜひ利用いただいて、5ドルオフのクーポンになりますので、使っていただければですね、安く手に入れることもできますし、基本的には送料無料で KP リパブリックさん送っていただけますので、そういう点も含めてですね、検討してもらえればと思います。ちなみに、てんぱぱ TV ではこんな形でキースイッチを含めた新しいキースイッチの紹介、定期的に行っていますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、最新動画チェックいただければと思います。それでは早速スタートです。はい、それでは早速外観見ていければと思うんですけども、外観はですね、トップのハウジングが少しこう半透明な感じになってまして、裏が灰色、グレーという感じになってます。で、ステムが、イエローと書いてあるんですけども、イエローというよりちょっとオレンジ、茶色な感じのイメージかなと思っていただけるといいのかなと思います。で、ピン数は5ピンという感じになっているので、安定感があるのかなというところになってます。それではまずスペックご覧になってみてください。はい、でまずプライスなんですけども 0.45 ドルという価格帯になっておりまして、タイプがリニアとなっています。でトップハウジングとボトムハウジングが PA66 ということでナイロンという素材で、ステムがですねポムとなっております。スプリングが 15mm のシングルステージとなっていまして、トータルトラベル 4mm、ボトムアウトフォース 65g、ファクトリールブがイエスという形になっています。で、ちなみに先ほど冒頭でお伝えした BCP とですね、はい、こちらのキースイッチになりますけれども、違いとしてはですね、特にスプリングの部分がかなり違うなと思ってまして、BCP が 20mm で、今回のものがですね、15mm となってますので、この辺のスプリングの違いによって、おそらく打鍵感のところに影響するんじゃないかなと思いますが、この辺はですね、キースイッチ単体、そしてキーボードに載せた時にですね、チェックしていければと思っています。また、ボトムアウトフォースに関しても、BCP は45と57で選べる感じなんですけども、こちらに関しては 65g ボトムアウトフォースとなっておりますので、重さとしては、BCP よりはかなり重めかなというところもありますから、この辺もですね、しっかり私の方でレビューしていければと思っております。で、ちなみにルブに関してなんですけれども、はい、こんな感じで分解して見てみたときにですね、お伝えすると、このサイドレールとステムのところにしっかりめでルブが今回されていましたので、皆さんの方で自分でですね、別途ルブっていうのはしなくていいんじゃないかなと思ってますので、そういう意味でも扱いやすいキースイッチなんじゃないかなというところが思った感じというところになります。それでは次のチャプターでは、このキースイッチ単体の音をですね、聞いていければと思います。はい、それでは早速キースイッチ単体の音を聞いてもらえればと思うんですけども、今回に関してはキースイッチのこの単体でも聞いていただきますけども、プラスアルファでチェリープロファイルと SA プロファイル、この2つのキーキャップも取り付けた音もですね、一緒に聞いてもらえればと思いますので、そこでですね、打鍵オンの部分チェックしていければと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。かなり静かなキースイッチだったんじゃないかなと思っています。自分自身で打っていても、静かだなっていう印象と、あとはスムーズだなという印象がかなりありました。スムーズのところに関してはやっぱり先ほど2つあるかなと思ってまして、1つは素材の組み合わせ、ナイロンとポムという組み合わせというところと、もう一つに関してはやっぱルブがしっかりされてたので、その点でかなりスムーズに、キースイッチですね、ストロークできるという感じかなと思ってます。静かさに関しては、この静かさクリーミーだから、スムーズだからというところにあるかなと思いますが、とはいえ、サイレントスイッチほどではないですけれども、かなり音がですね抑えられたキースイッチなんじゃないかなというところが、キースイッチ単体で聞いてみての音という感じなので、ここをキーボードに載せた時にどうなのかという点はこの次のチャプターで見ていければと思います。はい、それではここからはキーボードに実際に載せてですね、音チェックしていければと思います。で、今回試すキーボードは3つご用意していまして、まずこちらの QK65 というキーボードになってまして、これがガスケット構造のキーボードになってまして、アルミニウムのケースにポムのスイッチプレート、シグニチャープラスティックスの SAP というプロファイルのものが取り付けられている、PBT 製なんですけども取り付けられるという形です。続いて2つ目に関しては、こちらのプランク V7 というキーボードになっておりまして、こちらがアルミニウムのケースにスチールのスイッチプレート、そしてこちらに関しては、ドミキのプロダクティビティというキーキャップで PBT 製のものが、こちらはチェリープロファイルなんですけど取り付けられているという形です。そして3つ目がこちらのですね BM40、こちらのキーボードになっておりまして、上にはセラキーというセラミック製のキーキャップが取り付けられているのと、ブラスプレートという真鍮のプレートが取り付けられているという形になってますので、この3つをですね、試してみてどんな音になるのかっていうのをチェックしていければと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ここからはプロ&コンズという形で良い点悪い点をですね、私の感想も踏まえてお伝えしていければと思っています。まずは良い点ということで2点あるかなと思ってまして、まず1点目が静かでクリーミーという点は確実に言えるんじゃないかなと思っております。先ほどご紹介した冒頭でもお伝えしたですね、サロッキーズの BCP、こちらのキースイッチに関しては結構ルブをですね、プラスアルファしてあげないと結構かすれ感だったりっていうところが、素材がポムとナイロンという組み合わせだったとしてもあったんですけれども、今回のこのキースイッチに関してはですね、自分でルブっていうのはプラスアルファ必要じゃないなと思うぐらいしっかりルブがされてましたし、しっかりこのナイロンとポムとの組み合わせっていうのをですね、最大限に活かせているキースイッチなんじゃないかなと思ったというところです。続いて2点目なんですけれども、かなり静かな打鍵オンになるなというところは言えるかなと思いました。先ほどの1点目とつながる部分にはなるのかなと思いますが、とはいえ、サイレントスイッチじゃないですけれども、ここまで静かに打てるというのもですね、結構、私が最近試してるのがちゃんと音が出るのが多いからかもしれないですけれども、珍しいので、そういう意味でもこういうキースイッチ探している方というのはですね、多いんじゃないかなというのが今回思った点という形になってます。続いてダメな点というところで、こちら2つあるかなと思ってまして、ダメというよりはですね、好みが出るという言い方の方が正しいんですが、まず1点目に関してはこの 15mm のスプリングというところがですね、気に入るかどうかっていうのはあるかなと思いました。で、私に関してはいつもですね 20mm 以上のロングスプリングを好んでいるんですが、
今回のこのキースイッチに関しては15mm がちょうど良かったなという印象です。例えばこのプランクの V7 とかあとこのセラッキーに乗せた時もですね、かなりこの 15mm が逆に打ちやすいなという印象でしたので、意外にこの静かというかこの滑らかさのキースイッチであれば 15mm っていう選択肢はありだなというのを気づかせてもらったのがあったので、そういう意味でも結構このですね 15mm ってのはありだなという感じです。 BCP と試した時でも BCP20mm なんですけど、やっぱ 20mm の方が少しこう音が出る感じがあるので、ロングな分もしかしたらその分音が出されてしまうのかもしれないですけれども、 15mm というスプリングがですね反発力も生んでいい感じで打てるなというところが今回あったという部分ではなるんですが、とはいえ先ほど言った好みなので、悪い点というふうに入れましたけど、そこは好みが出るかなと思います。2点目なんですけど、 65g というのはですね、重い人には重いって正直思うかなと思います。特にこの SA プロファイルのような背が高いものを乗せるとより 65g をずっしり感じますので、60g 超えてくるとかなり重いなっていう感じになってきますから、そういう意味でも私もですね、だいたい60いっても61、2ぐらいで抑えてるところもあって、だいたい毎回使ってるのは50後半の58とか59ぐらいなんですけれども、なんで60と65って 5g しか違わないじゃんって思うんですけれども、意外にそこはですね結構力感じますので、 65g のボトムアウトフォースっていうところは結構入りますから、力として。なのでキースイッチを置く場所に関しても、この辺のアルファベットが書いてある部分に関してはいいと思うんですが、この辺のその小指が当たる部分とかにですねこれ敷いちゃうと結構大変で重いかなと思いますから、その辺の押す場所、入れる場所のですね工夫はしていただくといいのかなと思いますので、一旦ダメな点と、気にするべき点という風なところで入れさせてもらったという感じになります。はい、それでは総合評価というところなんですけども、5点満点中私は 4.5 は提供できるんじゃないかなと思ってます。ですね、結構僕がこれ 4.5 つけるのは自分自身でも意外だなと思ったんですけど、意外にはまりました、このキースイッチで。なんでかっていうと、これ先ほどの打鍵音のとこ聞いてもらって、これ好みだなと思いますが、私はこういうガスケットで SA プロファイルみたいな組み合わせよりは、こういうですねトップケースがないしガスケットでもないみたいなのが、このプランク V7 だったり、BM40 だったりするわけなんですけども、そういうキーボードに対してのキースイッチとしてはめちゃくちゃ合うなと思っていて、なんで今私この、プランクもこの BM40 も今これをですね入れて使い続けてるんですけども、なんかそこはですね、なんだろうな、音がなかなかこう反響できない、なんかやっぱコトコト音を作るにはガスケット構造だったりとかっていうその構造のところも含めてトータルでコーディネートしていくわけなんですけれども、やっぱそういうのが難しいキーボードってどうしてもあると思うんですね。その時に結構静かでディープな音が出るという意味ではこのキースイッチかなりいいので、なんかそういう意味でも組み合わせるキーボードによってはめっちゃマッチしてですね、僕は本当にこういうキーボードに合わせていられるので、そういう意味でも 4.5 をつけてもですね何ら問題ないんじゃないかなと個人的には思っていますが、この辺は先ほども言ったように好みの問題ではあるので、こっちはこっちでかなりディープな音であり静かな音で出てくるので、またそういう楽しみ方が好きって人は全然こっちでもいいと思うんですけど、その辺も含めて結構ですねバッチリハマったので 4.5 という感じをつけさせてもらったというところです。0.5 のマイナスに関しては先ほどのその×のところ、ダメな点のところで出た好みの部分です。15mm という平均的な長さのもの、ロングじゃないよというところと 65g という重さがですね、人によってはマイナスに移るんじゃないかなと思って引かせていただきましたが、合う人にはめちゃくちゃ合うと思いますので、65みたいな力が必要なキースイッチってぶっちゃけあんまりないので、そういう面も含めてですね、この辺のキースイッチがバッチリハマる人にはもう5点満点中5点ですって人もいるのかなと思うぐらいいいキースイッチだったので、ぜひちょっと気になる方はですね試していただけるといいんじゃないかなと思いますし、もし試す場合にはちょっと先ほど言いましたけど、私のクーポンコードがこちらになりますけれども、試していただいて5ドルオフでですね購入していただけるとお得に試すことができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討いただければと思います。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな形でキースイッチの紹介引き続き行っていきますので、ぜひチャンネル登録していただいて最新動画チェックしていただければと思います。またこんなキースイッチをですねご紹介してほしいということあれば、ぜひコメントなんかをお寄せいただければと思いますし、過去に上げた再生リストに関しては上のところに貼り付けておきますので、ぜひチェックいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。